トランプさんという方はどういう方だったんですか？彼はですね、まず、いろんなこと言われてますけど、いい面を今日は言おうかなと思ってね。彼はあんまり格好してないんですよ、基本的に。彼がですね、APEC っていう会合がありますね。それとは別に東アジア首脳会議なんですね。これ続いてあるもんだから、トランプ大統領が東アジア首脳会議の方には EAS って言われてるんですが、それがフィリピンである会合には出ないという雰囲気になってたんですね。出ないっていうことを伝えたと。でしかしここに出てもらうのはですね、中国との関係でもアメリカ出てもらうことは非常に重要なので、出てもらいたいという希望はアメリカ側からも伝えられてたんですね。それで私が日米の首脳会談の時にですね、トランプさんに出た方がいいよって言ったら、トランプさんはその EAS と APEC って違うのかよと言われてそっからですか。なかなかこういうこと言わないじゃないですか。で両方とも人数多いわけですからそれは全然平気でね、いやこれ非常に重要だから、でしかもフィリピンであなたが行くという意味は大きいよって言ったらね、でその場で分かったと。じゃあ心臓がいいんだったら俺は行くよと。でテラソン国務長官出てて、でテラソンの方に見てね、俺行くよとこう言ったわけですね。でアメリカは自由世界のリーダーですから、普通リーダー前としてるんですよね。ですから日本の首相に言われてそういう外交の行動を変えるってことは普通しませんよね。でもそれは彼は非常にオープンマインドでですね、それをそうなんですね。それと拉致問題についてもですね、非常に彼はこの問題に熱心に取り組んでくれたと思うんですね。で日本に来た時も拉致被害者の家族の皆さんと会ってくださいと言ったら、彼はじゃあ何分でもいいよと。それは心臓にとって大切なのかっていうから、いや私にとって大切っていうことではなくて日本にとって大切なんですよで分かったと。で時間を取るよって言って十分に取ってくれて、アメリカというのはこの北朝鮮の問題は核問題とミサイル問題で交渉しなきゃいけないと。で交渉を複雑化したくないですから、あんまり拉致問題にフォーカスを当てたくないんですね。もちろん、かつてのブッシュ大統領もですね、オバマ大統領も取り組んでくれましたよ。でもあんまり正面からですね、そこにスポットライトは当てたくなかった。だけどトランプ大統領はそれは全く意に介さずですね、マスコミを入れてちゃんと会いますよと。で時間取って会って、で有本恵子さんのお父さんおられたんだけど、で有本恵子さんのお父さんが家族を代表して、気持ちを述べておられたんですね。でちょっと話が長めになったんで、日本の事務方がね、お父さんちょっと大統領の予定があるからもうこの辺でって記念に入ったんですよ。そうしたらね、トランプ大統領がいやこの人にとってとっても大切なんだことをおっしゃってんだよ、最後まで言わせてあげようよって言って最後まで述べさせたんですよ。で最後まで述べた後ですね、有本さんがこれでも言い足りないから私は手紙に書いたと、それ英訳にしてあなたのスタッフに渡したから読んでくれって言ったんですね。それとトランプそれを聞いてね、じゃあその手紙を受け取ったのは誰だってこう自分のスタッフの方に言ったんですね。そしたらスタッフがね、私が受け取りましたとこう手を挙げたんです。こっちもそこへ取ったんですね。で安全保障担当補佐官にね渡して、この手紙をホワイトハウスの俺の机の一番上に置ける。で必ず読むからねと言って、その後有本さんにね向かってね、私のスタッフに渡したって私の手元には永遠に来ないよとでも必ず読むからねとこう言ってくれて、でその後ですね実際に返事が来たんですよ、有本さんに。で最後にこの彼の独特のゲジェルの字があるんですけど、あの字でですね、私と心臓を勝利したあなたの娘を取り返すってこう書いてくれたんですね。有本さんもそれを読んで目に涙を浮かべておられた。そういう側面もある。感激ですよそれも。ですね。